皆さんこんにちは。無双界空手の荒垣です。いつも無双界空手チャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。今日は前も言いましたけど重力の落下です。この重力落下っていうのは我々普通感じないんですよ。なぜなら我々は高重力筋というのがあります。すなわち重力に対してあがなって我々が2本足で立つための筋肉です。生まれてこの方これがずっと働いてるわけですよ。ですから重力というのを感じないんです。でも重力というのはあるわけですよ。当たり前の話ですけど、重力というのはどういうことかというと落ちてしまうことなんですよ。でもここに落ちるとエネルギーが転換していない。ここに落ちたいんですよ。これが重力です。これをいかに早く効率よく使うか、その方法が沖縄空手にはこの方法があれば、またはボールを落としてつく方法、昔はボールはないんですけどね、すなわち稽古方法というのは完全に確立されてるんですよ。それがやっぱりすごいということ。もう一つはこの稽古方法を総合的に相対的に伝承したものがあるということなんです。それは何か、もう徐々にお分かりになったと思います。型なんですよ。武術として伝承された沖縄空手の型というのはこれの総体なんですよ。非常に体系だった効率の良い伝承方法ですから、今日はこれを徐々にかつテーマを一つに絞って皆さんにお伝えするつもりです。ですからこの動画ちゃんと最後までご覧ください。そうするとこれは俺にもできる、誰にでもできるものなんだなというのがお分かりになります。武術としての空手というのは誰にでもどこでもできることなんです。すなわち修行年齢あんまり関係ないです。あなたの才能、私の才能あんまり関係ないです。いいですか。男女の別関係ないです。年齢関係ないです。すなわち2本足で立つことさえできればどなたでもできると思っています。私車椅子の方でもできるんじゃないかなと思っています。だって重力というのはどこの誰にでも作用していることなんですから。ですから皆さんこの動画をご覧になった後にご自分でも私が今述べていることをテストしてみてください。そしてできたらお知らせください。ですね、この動画無双界チャンネルではこれがありましたね。これで腕を波のように使う。どうやって腕を波のように使うかというと、後ろの広背筋、後ろの筋肉である広背筋を使い、腕を重力落下に任せ落としかつ上げて落としていくと、それが波なんですよ。これが一つありました。これが重力の自由落下、それを使って重さを相手に伝える、これを伝えるわけです。これを今度は波にする、その方法をお教えしました。次はこのボールを使って速さというのをお見せしました。沖縄空手というのは重さと速さを別々に作りかつ合体させる、それが武術としての空手の凄さなんですよ。世界中でこれだけ細分化しかつ総合した統合した技術というのはめったにない、私自身は沖縄空手のみであると思っています。ですから今回はこの体の自由落下、これをいかにして作っていくのか、それをご説明します。ですね、この無双界空手チャンネル、技術、歴史、型、この3つを常に並行して流していく予定なんですよ。ですから全て武術的にご理解していただきたいという思いが我々にはあるんです。ですから常にこのチャンネルをチェックしていてください。実はですね、この5月の23日、24日にオンラインセミナーが行われます。Zoom を使っての私のセミナーを1日2コマ、1コマが2時間です。それを合計4コマ、土日で8時間のセミナーをやる予定です。1コマでも受講は可能ですし、8時間の4コマでも受講は可能です。この動画の概要欄にご案内があると思います。これをご覧ください。よろしくお願いします。ですね、ではどういうことをやるのか。落ちてしまうことなんですよ。重力の作用で一番簡単に分かるのは落ちることなんです。これは重力の自由落下と言います。落ちることです。でも落ちるだけでは技にならないんですよ。そして反動をつけて落ちようなんて言ってもダメなんです。いいですか。空手というのは武道ですから反動をつけることはないんです。こんなことやってたら相手から疲れますし、相手から切られてしまいます。ですから反動なしにいかに落ちるか、これを修行体系で持っているのが空手なんです。まずちょっとやってみましょうね。これではダメなんですよ。両足で落ちるか片足で落ちるか、
両足で落ちるにしてもこれで落ちます。なんかお相撲さんのスコみたいでしょ。わかりますね。パンと落ちるんです。私ブレーキかけないですから今これを肩でやるんです。でも四股を踏んだりお相撲さんこうやって歩くような形での肩というのはないんですよ、我々には。しかし我々には沖縄空手において極意であり、いや初歩の方であり始めであり終わりであると言われている方があるんです。それでその方に私は見入られて5年かけました。私の一人稽古というのは、一人稽古における修行というのはこの5年間で全て培われたものだと思っています。それでその時にやったのは何か、それがナイパンチと呼ばれる方です。ナイパンチ、ナイパンチン、あるいは鉄器と呼ばれる方です。これを一体どういうふうにしたのか、これをちょっとご覧に入れます。いいですか。ですね、まずどなたにでも分かるようにできる方法をまずお教えします。ナイパンチというのは片足を上げるんです。この時に体が斜めになってはいけないんです。わかりますか。ここに正中線に見立てた棒があります。いいですか。こうなってはいけないんですよ。こうなってもいけないんです。わかりますか。こうありますね。こうなってもいけないんです。ナイパンチというのは頭を上下させてはいけない、体を傾けてはいけない、腰を回してはいけない、肩を出してはいけないという非常に厳密な制約があるんですよ。なぜそういう制約があるか、これはもう皆さん徐々にお分かりだと思います。制約があるからこそ力を集中して一点に瞬時に集めることができるからなんです。それで制約のない動きというのは無駄なんですよ。これは無駄な動きなんです。これは無駄な動きなんです。これは無駄な動きなんです。なぜならこれは頭を上げることにエネルギーを使ってしまってるから。これは傾けることにエネルギーを使ってしまってるから。これは肩が出ることにエネルギーを使ってしまってるから。これは腰を回すことにエネルギーを使ってしまってるから。エネルギーはその目的以外に使うことはロスなんです。お分かりになりますか。ここは本当にご理解ください。そうじゃなければ、いや腰を回して体をここから突きを持ってくるからこそ力があるんだと思ってしまうわけです。そうじゃなきゃ肩が出た方が力があるんだと思ってしまうんです。そうではないんです。この一点だけに力を出す、それが武道、武術です。ではどうするか。まずどなたでもできる方法をやります。椅子があります。ナイフパンチたち、いいですか。ナイフパンチたちというのは前も言いましたけど、こうしたらダメですよ。いいですね。このような立ち方はダメですよ。膝が中に入ってしまうとダメなんです。膝を張るからこそ外に出るんです。力はこれは中に入ってしまってるから、こういう立ち方はない。これもない。これは自分の膝が足から外れてしまってるんですよ。これを守るためにここに来る。いいですか。これで膝は張る。それでちょっと立ってみましょう。いいですか。立ちましたらね、そして体を傾けずに頭を上下させずに足を上げるんです。これ大変なんですよ。いいですか。これ普通はこうなっちゃうんです。普通はこうなっちゃうんです。なぜ難しいかと言いますと、これ骨盤が開いてないんですよ。立つということは皆さんこれはもうお分かりになったと思います。でもこの時に、後ろからストレート、骨盤を開かないといけないんです。アルファベットの A というのがありますね。三角の屋根になってしまいます。例えばまたアルファベットの V という字を逆にすると三角屋根になりますね。あのような股関節になってはいけないんです。ここはかまぼこ型にならないといけないんです。これ非常にきついです。なぜなら股関節を開くんです。開くということは次に収縮できるから。でもそれだけではないんですけども、これは非常にこんがらがってしまいますので、今はそれだけを考えてみてください。かつそのために股関節を開くためにかかとが外になります。外と言いますけど、こういう外になると今度は膝が中に入ってしまいますから、そうではなくてかかとも自分の膝も張るということになるんです。よろしいですか。そしてこれ袴腰で腰が伸展してますから、全てを動かさずにこの時に大腰筋を収縮させるわけです。
大腰筋はその時に全てを動かさずに収縮すると足が自然に上がります。これが我々人間が歩くということなんですよ。本当は人間は片方の膝で重力落下を起こし、もう一方の足を大腰筋で上げて、その反射として大腿筋膜小筋で足が前に行くわけです。これをナイパンチで行っているわけです。ただナイパンチのきついのは、その時に自分が使う筋肉だけを上げるということなんです。自分が使う筋肉のみの作用で足を上げると。なぜか、その理由は動作で説明した方が一番早いですのでやってみます。今のままで足を上げます。ちょっとディフォルメ化しますけど、こういうことになるんですよ。なぜ足をこれを上げるか。それもこういうふうに上げたらダメです。こういうふうに上げたらどうしようもないです。これは足から膝から下の筋肉だけを使ってますから、腰が全然入ってない。すなわちナイフパンチで腰を使ってなければ、もうこれはナイフパンチではありません。ですからこれはダメなんです。わかりますね。これがダメなように膝から下のこれはダメなんです。もうこれは分かりますね。何をやってるか分かりませんからね。これやってる本人もあんまり分かってないんじゃないかと思ってます。いいですか。これは完全に立った時に何も動かさずに股関節と大腰筋小腰筋の作用によってここは動かさないんですよ。これを上げるだけなんですよ。そう、どういうことが起こるか。吹っ飛ぶんです。自分が吹っ飛ぶんです。なぜならいきなりこういう椅子があって足を払われたら同じになっちゃうから、それを自発的に行うわけです。すなわちここにあるのをこれを抜いてしまうわけですよ。この時にこういう動きをしたらダメですよ。なぜならそれはこれと一緒だから、腰を動かすんです。膝から下、肘から前、これは別ですけど、膝から下は動かされるんです。これではダメなんです。重みが入ってこないから。いいですか。これでこうすると重みが入っていかないんですよ。重みがないパンチなんです。これがですから、あなたがもし体重40キロの女性であるとする。それが一点にこの自分の40キロを伝える。すると相手倒れます。ハイヒールを履いた女性、それがその女性に足を踏まれた時に靴に穴が開いたという人さえいます。それと足もめちゃくちゃになっていると思います。ハイヒールは硬いですから指先が剣とは違いますけど、30キロの女性が、45キロとしましょう。女性がその一点に力を込めてついた。これはものすごい威力だと思います。それがナイフパンチなんです。見てください。型を見てください。もう荒かきということがこれに落ちてるんだなと。その時にこれが上がってますね。わかりますね。これをナイフパンチと同じようにこれで上げてるわけですよ。だから床を蹴ったり足がこういうふうになってるナイフパンチとはありえないんです。なのでこれは膝から下が遊んでる、腰で持ってくるわけです。全てわかりますか。ほら、そして腰で落としていくわけです。ですからナイフパンチの足というのはまっすぐ上げて足裏がまっすぐ降りてきます。こういう動きというのはないわけです。わかりますね。これがナイフパンチによる足の上げであり、これが型なんです。いいですか。ゆっくりやります。これで今のナイフパンチでやります。今のナイフパンチはここで落とした後に技が出てますけど、あんな遅いもんではないわけです。本当は。だって本当はここで出さないと、足がついた時にはもう全て終わってないとダメなんです。言ってること分かりません。だから早いんです。それは自分が落ちてる間に技が出る。落ちてる間に技が出る。すると相手が自分のストッパーになってくれるわけです。これやってこれではダメなんですよ。だから回してしまう。そうじゃない。このつくかつかないかの間に相手に当てないとダメなんです。これが今の方がなぜ使えないか、これになったからです。これじゃないとダメなんですよ。お分かりになりません。もうこれがナイフパンチです。ですからいかにして重さを作るか、いかにして速さを作るか、この2つがあるわけです。それも型として統合されたスタイルであるわけです。これが沖縄空手の凄さです。それを皆さんにこの無双会空手チャンネルでは伝えたいわけです。ですから皆さん、これからどんどん動画を発信していきます。どんどんセミナーをやっていきます。どんどんネットセミナーもやっていきます。ご参加ください。そしてチャンネル評価、高評価、かつチャンネル登録よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。